今回は、スパークの歴史についてまとめてみました。ホーリースパークの関連カード、及び上位互換となるカードは多数存在していますが、この動画ではスパークの名が付き、かつ、オールタップを備えたカードをまとめていますので、あらかじめご了承ください。それじゃあ、早速参りましょう。ホーリースパーク、2002年5月に登場したカード、6マナ光のシールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーをすべてタップする効果を持ちます。黎明期環境においては唯一1ターン確実にしのげるシールドトリガーとして、多くのデッキに採用されたカードですね。また、総攻撃を仕掛ける際に相手のブロッカーをタップするという意味で、攻撃的な運用も可能だったカードでした。漫画やアニメでも活躍した超人気カードの一つでもありますね。ジュエマ第1弾からずっと活躍していたわけですが、ガチ環境ではどのデッキにも確定で入るほどのレベルではなく、むしろデモハンなどの除去系カードの方が採用されがちでした。ちなみにジュエマ第1弾に収録された、6マナのシールドトリガー呪文たち。この3枚は、俗に言う3大シールドトリガー呪文として、広く愛されているカードですね。バリアントスパーク、2005年9月に登場したカード、3マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを1体タップしますが、自分のマナが7枚以上ある場合、1体ではなく全てをタップする効果に変わります。通常時は1マナ重いソーラーレイですが、7マナ以上あれば3マナのホーリースパークに早変わり。使いやすさなどで元祖ホーリースパークを超え、登場以降ガチ環境でもしばしば使われるほどの、数少ない実践的なメタモーフ呪文となります。スーパースパーク、2007年9月に登場したカード、5マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを全てタップします。要は1マナ軽いホーリースパークということで、完全上位互換となるカードが5年の月日を経てついに登場。元祖さんが強力であるならばこのカードも当然強力ということで、しばしば使われたカードとなります。また、1マナという些細な変化に感じられるこの5マナになったスーパースパーク。実はかなり大きくて、例えばなかなかマナが溜まりにくいビートダウン系に採用しやすくなり、5マナになっただけでかなり攻撃的な呪文によったと言えるでしょう。もちろん、全体タップで1ターン確実に延命できる効果は、防御としても非常に強力です。白騎士スパーク、2009年12月に登場したカード、6マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを全てタップします。そして、このターンの終わりに自分の白騎士を全てアンタップします。スーパースパークに次ぐ2枚目の上位互換。全体タップはそのままで、白騎士のアンタップ効果が追加されました。こちらは相手ターンに発動しても大したメリットにはなりませんが、この呪文を使用して相手へ総攻撃を仕掛けた時、仕留め損なった時の保険となる効果ですね。また、相手クリーチャーをタップキルした場合でも、アンタップするため返しのターンに備えることができます。つまり、このカードもかなり攻撃的な効果によったカードと言えますね。DNA スパーク、2011年9月に登場したカード、6マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを全てタップします。自分のシールドが2枚以下なら、デッキ上から1枚目をシールド化します。要はホーリースパークに条件付きシールド追加効果が付与したもの。シールドトリガーのオールタップが強いことはこれまでのジュエマシから実証済みで、それに加えシールド追加効果が非常に強力。あらゆる攻撃をまた一度だけ防げるシールド追加は言うまでもなく強くて、追加したシールドがまたシールドトリガーだったとか、そんな展開がなぜかよくあるんですよね。これまでの攻撃的なスパーク系とは一転して、防御によったスパーク系と言えるでしょう。反撃のサイレントスパーク、2012年4月に登場したカード、6マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを全てタップするか、カードを2枚まで引くかのどちらかを選択。状況に応じて使い分けることができるので、例えば序盤にブレイクされた時は、オールタップは無意味となる場面が多いため、ドローを選択するということができますね。オールタップに関してもマナは6マナで重いわけでもないため、非常に使いやすいカードと言えるでしょう。大行進スパーク、2012年10月に登場したカード、6マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを全てタップします。このターン、自分のガーディアンは、相手プレイヤーを攻撃できないという効果が全て無効になります。ただし、召喚酔いは無効にならず、この効果でクリーチャーを攻撃することはできません。要はガーディアンをたくさん展開した後に、オールタップでブロッカーをすり抜けながら、
一斉攻撃できるよっていうカードですね。だからガーディアンの進軍をかけて大行進と名がついているのでしょう。攻撃的なスパーク系ですね。プリズンスパーク。2012年10月に登場したカード。7マナの光シールドトリガー呪文で、場に自分の光デーモンコマンドがいればこの呪文はシールドトリガーを得ます。相手のクリーチャーをすべてタップ。自分のターンに唱えた場合、タップした相手のすべてのクリーチャーは、次のターンにアンタップしません。要はフリーズと言われる効果ですね。これまでありそうでなかった相手の全クリーチャーフリーズ呪文であり、もし毎ターン打てれば永続的に行動不能にすることが可能。条件付きでシールドトリガーになるのもいいですね。やはりこのカードもどちらかといえば攻撃的運用になるのでしょう。全フリーズは強力ですね。クイックスパーク。2013年に登場したカード。3マナの光シールドトリガー呪文で、相手の6マナ以下のクリーチャーをすべてタップします。コスト制限がありますが、それでもたった3マナで使用可能。マナが溜まりにくい速攻やビートダウンデッキには、めちゃめちゃ使い勝手がいい1枚です。防御札としては、かつてのスパーク系の方が強いのは当然ですが、このカードは3マナという軽さが何よりのアイデンティティですね。つまり防御なら他のスパークで、攻撃的運用ならクイックスパークといったところでしょう。マスタースパーク。2015年2月に登場したカード。6マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーをすべてタップ。そして1枚ドロー。かつての DNA スパークや反撃のサイレントスパークが比較対象でしょう。前者は条件付きですがこちらは条件なしで腐りにくいドローという効果。後者はドロー枚数こそ劣るものの、同時に使用できるのが偉いですね。つまり使い勝手がいいカードなのです。個人的には名前がかっこいいので大好きな1枚でした。レボスパーク。2015年6月に登場したカード。3マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを1体タップします。自分のシールドが2枚以下なら1体から全てに変わる革命の効果持ち、バリアントスパークに似たカードですが、あちらと異なりマナを貯める必要がないため、速攻やビートダウン系におすすめの1枚。ただし、そうなるとクイックスパークがあるので、意外と肩身が狭いカードなのです。アルカディアスパーク。2016年8月に登場したカード。8マナの光シールドトリガー呪文で、相手のクリーチャーを1体デッキに戻し、その後自相手は1枚ドローする効果か、相手のクリーチャーすべてタップの効果どちらか1つ選び発動するのですが、場に自分のエンジェルコマンドがいれば両方使用することができます。非常に強力なオールタップと、単体除去が備わったカードなので、あらゆる場面でシールドトリガーとなっても、腐りにくいカードですね。また、ドロー効果は強制かつ対象がいない場合でも発動するため、これを利用してライブラリアウトさせることも可能です。ちなみに光のシールドトリガー呪文として、アルファディオスを無条件で除去できる初のカードです。無双の縛り打線パシフィックスパーク。2018年9月に登場したカード。クリーチャーと呪文が一体となったツインパクトカードで、今回は下の呪文にご注目。3マナの光呪文で、相手のクリーチャーをすべてタップします。シールドトリガーがないものの、3マナでオールタップの呪文がついに登場。攻撃面において、これまでに紹介した、クイックスパークなどをはるかに凌駕するスパーク呪文となりますね。当然、ツインパクトということで、クリーチャーとしても運用が可能。強力なロック効果に加え、破壊された時、呪文側が使用できるため、全タップするジルは赤のようなものです。当初は相手への大量展開メタとして注目を浴びたのですが、6マナという重さが当時の環境では使いづらい期待ほどの活躍はしませんでした。以上が、スパーク呪文となります。正直、他にもスパーク呪文はあるのですが、最初の条件もありひとまずここまでにします。もし、他にリクエストがあれば、ぜひコメント欄から教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。